はい、こんにちは。今日はこんな感じのかわいいお花のヘアゴムを、自分の中ではガーベラだと思ってるんですけど、お花のヘアゴムを作っていきたいと思います。よろしかったらご覧ください。たらまず材料から紹介していきます。材料なんですけど、お花に使用したのはオリンパスの紫の刺繍糸です。40番です。40番の紫の刺繍糸と、あと真ん中の中心部に使ったのがタンポポの時にも使用したオリンパスの黄色い刺繍糸、こちらも40番になります。と、あと真ん中の中心部はビーズクロッシェしているので、こちらの特徴ビーズ、私はアイボリー、ちょっと白いようなちょっと光沢感のある色にしてみたんですが、お好みの色でいいかと思います。特徴ビーズってあんまり私は近くの雑貨屋さんとかで、手芸屋さんとかで売ってるところを見たことがないので、ネットで注文しました。また概要欄に記載しておきます。なんかこれダイソーで購入したんですけど、ちょっと締まりが心もとなくて、なんかいいのないかな。なんかビーズの収納でこれいいよっていうのがあったら教えていただきたいです。ちょっと脱線しましたが、あとヘアゴムの台座付きのゴムです。こちらはダイソーの商品で2個入りで110円の商品になります。で、あとは道具なんですけど、編むときに必要なダイソーのかぎ針、ナンバー8番の 0.9mm のもの、レース針を今回使用しました。ではこれしか使用してない最近もうこれしか使用してない気がしますけど、あとカットするハサミで、接着するときに使うゴリラグルーで、地道に通せば別に針いらないんですけど、一応ビーズ刺繍用の極細針、これ専用の針です。めちゃめちゃ細いです。普通の手芸用の針だと特徴ビーズは通らないので、極細の専用のビーズ針です。別に特徴ビーズじゃなくてもいいんですけどね、なんかちょっとこう中心のところが繊細でちっちゃいつぶつぶがいっぱいある方が可愛いかなと思って今回は特徴にしたんですけど、普通に丸状とかでもいいと思います。今回は特徴でやっていくので、専用の極細ビーズ針使用していきます。いつもちょっとめちゃめちゃ汚い編み図で紹介させてもらってたんですけど、一応汚い編み図も書いてるんですけど、一応綺麗な編み図も作成
できる時はしていこうと思って綺麗な編み図も作成してます。また編んでいく時にこう脇にこうちょっと乗せるのは綺麗な編み図にするんですけど、説明はちょっとしにくいのでちょっと汚いやつ私の手書きので説明させていただきます。ちょっといっぱいだから寄せようか。こちら皆さんおなじみ手書きの私の編み図なんですけど、ちょっと懐かしいというか見たことあるなっていう感じの編み図だと思うんですけど、タンポポの編み図と途中までは一緒です。輪を作ってもらって立ち上がりして細編み6目編みます。でここから増やし目するときは普通に編んでいってもらって大丈夫です。2段目は普通に増やし目して編んでいってもらって、3段目円の編み方で増やし目するんですけど、この時に向こう半目また編むようにしていきます。で向こう半目編んで、4段目は花びらのところになるんですけど、引き抜いてもらって鎖編み10目編んだら裏山を2目開けて、3目目の裏山から長編み6目ゴマ編み1目編んで、次の目に引き抜くっていうのを18枚分やっていきます。なかなか枚数が多いんでちょっと疲れますけど、慣れてくれば楽しくできます。で18目枚編んだら次のこの2段目のところ、2段目っていうのかな、3段目、この向こう半目余ってる編んだところの手前半目が余ってるので、手前半目のところに同じように花びらを編んでいきます。ここは12枚編むようになります。で編んだらお花の花びらの部分は完成です。さあまず花びらのところから一緒にやっていきたいと思います。まず輪っかを作ってもらって、立ち上がりしたら細編み6目編み入れていきます。6目編んだら輪を引き締めます。でここからは円の編み方で12目細編みしていきます。引き抜いて立ち上がりしたら
1つの細編みにつき2つずつ細編みを編み入れていきます。はい、12目編めたので、引き抜く時もこの手前の半目で向こうの半目なんですけど、向こうの半目に引き抜きます。で2段目が編み終わりました。で立ち上がりをしてもらって、ここからは3段目なので向こう半目をずっと編んでいきます。増やし目して細編み1つ、ずっとこの手前半目を残して向こう半目をすくっていくようにします。はい、3段目が編めました。でここはもう手前半目じゃなくて両方をすくってよいしょ。で3段目まで編めました。次は4段目になります。そのまんま1、2、3、4、5、6、7、8、9、10と鎖編みをしてもらって、裏山2つとばかします。ここと見えるかな、こことここの裏山をとばかして3目目の裏山に長編みを編み入れます。ここからは裏山にずっと長編み6目編み入れていきます。長編み6目編み入れたら、今度は最後の裏山には細編みを編み入れます。細編み1目で、次の今編んだ目から次の目に引き抜きます。これで花びらが1枚完成しました。これをずっとぐるっと18枚していきます。1、2、3。
をずっとしていきます。はい、最後のお花の花びらまで編んできたところです。で、最後の編み目のところに引き抜いて終わろうと思います。ここですね。ここに引き抜いて、よいしょ。はい、4段目が完成しました。ナビラちょっとクリクリ割ってますけど、後でアイロンかけたら治るので気にせずに編み進めてください。で、次がわかるかな、ここのこの手前の余っている半目がずっとあるの、わかりますかね。これとかが手前半目ずっと余ってます。で、一番近場の半目によいしょ。一番近場の半目に引き抜いてもらってからスタートしていきます。また同じです。10目編んで2、3、4、5、6、7、8、9、10編んでもらって、全く一緒なのでこれを12目半目が余ってる数だけまた編んでいきます。ナビラが編めてきたところです。そしたら編みにくいんでこうナビラこう向こう側へ折ってしまって編んだら編みやすいです。こんな感じで今この目を編み終わったんで、次のこの目わかるかな、肉眼で見たらすごいわかるんですけどね、次の半目のところに刺してもらって引き抜きます。で、引き抜いてまた同じように編んでいきます。はい、最後まで編んで最後の目に引き抜いたとこまでですね、終わりました。じゃあカットしていきます。必要な道具の時に言い忘れてたんですけど、とじ針も必要ですね。と処理していきます。ごめんなさい、言い忘れてた。で、適当なところに何回か通してもらったらいいんですけど、お花の中心部まで
す。はい。針方をして中心部まで持ってきました。たら初めの輪のとこに針を通してもらって後ろに回します。でも閉じ針必要ないので片付けておきますね。でしたら後ろでくくっておきます。お花が完成しました。このもじゃもじゃっとしたお花もこれはこれで可愛いかなと思うんですけど、今回はアイロンをかけていこうと思います。アイロンをかけて綺麗になりました。お花の部分はこれで完成になります。はい、今度はお花の中心部分のところをここですね、説明していきたいと思います。まず編み図すごい汚いんですよね。汚いですけど、ビーズ特徴のビーズクロシェになります。輪っかを作ってもらって、作り目は5つ細編みしてもらって、で増やし目をしていく。あとは5つの円の編み方って一緒なんですけど、3段目まで増やし目で編んでもらったら、今度は増やし目せずに15目4段目を編みます。でここまででビーズクロシェ終わりで、それからは減らし目をしていく形になるんですけど、15目で奇数なんで2目ずつ減らし目をしていって、最後は3目一気に引き抜く形で減らし目をしていって終わりになります。こちらはしているところを見た方が分かりやすいと思うので、今からやっていきたいと思います。でまず使うビーズを通していかないといけないので、これがですね、ビーズ針にギリッギリ、本当にギリギリ通るぐらいで、なかなか通しにくいので、失礼しました。今度はですね、糸端にちょっと机の上ですけど乗ってもらって、平らにちょっと鳴らしておきます。なるべく平らに
してもらって、すごい平べったい形にしておきます。で、本当にもうちょっと出る形でこんな形でビーズ針に刺繍糸じゃないや、レース糸が通りました。で、あとはビーズを通していきます。赤とかでも可愛いですよね、中心部。今回は揃えていきたいので、アイボリーの特徴ビーズを全部で何個いるかというと、5たす10たす15たす15、45個か。45個だと思います。でもちょっと多めに、ちょっと多めに通してもらってたらいいと思います。ちっちゃすぎて量があったらこうすくっていきたいんですけど、量も少ないし、出して拾うってなるとツンツン飛ばしちゃって、結局持ってやるのが一番やりやすいってことに最近になって気づきました。もっとやりやすい方法があったらどなたか教えてください。そしたらもう針は使わないのでしまっておいて、ビーズももう使わないのでしまっておきます。はい、そしたらビーズクロシェでお花の中心部分を編んでいきたいと思います。まず輪っかを作っていただいて、立ち上がりしてもらったら、以前は斜めでやってたんですよね。斜めで初めの1個編まずに6目としてくるくるとビーズクロシェするやり方してたんですけど、他のやってる方で5つで初めの目でやってる方がいらっしゃって、5つだったら中心部のちょっとぽっこり開くビーズがないなって思う穴があんまり目立たないってことが分かったので、私もちょっと真似っこして5つでやってみようと思って5つでやってます。7つでもいいんですけどね。とりあえず今回は5つで5個細編み入れていきます。初めての方いらっしゃったらいけないので、いろいろビーズクロシェにもやり方があるみたいなんですけど、この時点でビーズを入れてこうするやり方だとビーズの側面が出る形になるんですけど、
一つのやり方はここまでは普通に持って、この時にビーズを入れてこう抜くって形で、これだとこの穴の方が上に来るようになります。側面じゃなくて穴の方が上を向くような形に編み上がるので、これは好みなんですけど、私は穴が上を向くよりは側面がこう出た方が可愛いかなと今回の作品は思うので、立ち上がりをしたらこの時点でビーズを入れて、ここで引き抜くという形にしていきます。この時にビーズを入れて、この時にビーズを入れて、時に引っ張りすぎちゃうと裏に回っちゃうので、裏に出ないように気をつけて、5つ細編みを編み入れました。編み入れたので輪を引き締めます。よいしょ。輪を引き締めました。なのでいつもだとこっちが表になるんですけど、ビーズクロッシェの場合は反対側、こっちが表になるようになります。立ち上がりをするとそこが目立っちゃうので、立ち上がりせずにぐるぐると編んでいきます。ビーズを入れて、で1つの細編みにつき2つずつ増やし目をしていきます。2でこの時に入れて、3で、わかりますかね、入れて、こうで、この時にですね、この糸がこうビーズの向こうへこう回ってないかとか気をつけながら編んでください。この時にこのビーズにこう引っかかっちゃう時があるんですよね。この糸が向こう側にこう引っかからないように90で最後ですね。
次は細編みにつき増やし目そのままっていう感じで円の編み方と一緒で増やしていきます。15まで編めました。このままだとこの五角形なのですごい角が目立つので、増やし目なしでもう一周15目細編みをしていきます。1、2、15。はい。4段目も編めました。こんな感じ。かわいいですよね。今度は減らし目をしていきます。1、2、引く、3、4、よいしょ、5、6、よいしょ、7、8、10、よいしょ、11、12、13、14、15、で目を減らせてきたので、今度はここにぽっかり穴開いてる状態なんですけど、ここで糸処理をしていきます。よいしょ。もらって、よ
始末していきます。こっちに初めの糸が出てるので、糸を輪の中心から通して後ろに出しておきます。で、あとはこの糸を1目ずつすくって絞ったら完成です。そしたらこうギュッと絞ります。絞ってもらったら開いてた輪っかが閉じました。こんな感じですね。はい。そしたら後ろでまたくくっておきます。よいしょ。しっかりくくっておいてください。よし。はい。そしたら先ほどのお花とくっつけていきます。かわいい。縛りを使ってビーズが真ん中に来るようにしていきます。後ろに通ったら何回かくくってもらってもいいんですけど、特に落ちる心配ないかなと思うので、私は1回で不安だったらボンドでくっつけるようにしてます。ギューッと結構きつめにぐーっとくくってもらって、よいしょ。はい、無事に出来上がりました。かわいい。めちゃかわいいです。完成しました。何にするかはいろいろあると思うんですけど、2個あったらイヤリングとかでも可愛いと
と思いますし、でそれこそなんかアクセサリーみたいな感じでいいですよね。可愛いと思います。だいたい大きさ3センチぐらいなんで、大ぶりのイヤリングで、なんかこうイベントの時とか日常使いでもポップな服装が好きな方とかだったらとっても可愛く使っていただけるんじゃないかなと思います。で、もしヘアゴムにするんだったら接着剤をつけてくっつけるっていう形で完成になります。かわいい。はい。そしたら編み上がったので、つけていきたいと思います。じゃあいらないところはカットしていきます。ちょっと残したぐらいは多分いいかな。このぐらい。よいしょ。大好きなゴリラグルーで接着していきます。どっちが上とかないけど、可愛いであろう方向でこうしようか。よいしょ。はい、完成しました。かわいい。これ髪につけるとよりかわいいんですけど、自画自賛。めちゃめちゃかわいいヘアゴムができました。ヘアゴムもいいんですけど、イヤリングでも可愛いですよね。こんな感じでフックにつけても可愛いですよね。ちょっと今回はちっちゃいお子さんも使用できた方がいいかなって思うんで、こう危なく、できるだけ危なくないようなものの方がいいかなと思ってヘアゴムにしました。かわいい。自画自賛。ちょっと時間はかかるんですけど、その代わりすごくかわいいものが出来上がるので、また編み方は全部簡単なものばかりなのに、とってもかわいいものができるので、皆さんもよろしかったら作ってみてください。はい、今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が少しでも良かったと思ってくださった方はグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。
したら